こんにちは。例7はいつも通りに投稿されました。というわけで、実況は私ゆっくりレ夢ム、解説はゆっくりマリサでお送りしますだぜ。例3.5の後はしばらく間隔が空いてましたが、例7は大丈夫だったみたいですね。そうですね。ですが、今回も地味な絵が多かったり水木氏が止まってたりする時間があるので、カット祭りとなりそうです。地味な絵はまだわかるんですが、止まってるってどういうことですか？途中で休憩として YouTube を見てたりディスコとかやってたみたいです。ああ、なるほど。映像の方に話を移しますが、どうやら命令デコーダーのあたりで作業をしてるみたいですね。あ、早速サボり始めました。どれくらいカットするんですか？まずは1分くらいですね。ただ、途中に、水木氏お気に入りの場面があったので、そこだけちらっと見ますか。こんな感じです。やっぱり、夜だとすごく綺麗ですね。ちなみに、この数秒後にもまたサボり始めるので、またカットする予定だったんですが、この動画はこの前のコミュニティで言った通り、今再編集をしていて、ここからの約1分はコメント返信をしようと思います。動画でコメント返信をするのは初めてですね。ちなみに、返信するコメントは水木氏が気分で選んでます。では、記念すべき最初のコメントは、宝箱さんからのコメント。僕の場合、1回作ったのを小型化しようと10回ぐらい作り直して結局初めのやつを採用するってことが多々ありますけど、デコーダーや CU は、レジスタや ALU とかと違って事前開発してることが少ないので何度も作り直すことが多いです。投稿お疲れ様です。小型化しようと何度も挑戦して結果的に原点に戻るのは、水木氏も時々あるみたいですね。ALU やレジスタはもともと開発してあったけど、デコーダーは最初からってのも、水木氏と同じですね。では、次のコメント。495さんからのコメント、幅9って。代償としてめっちゃでかくなりそうやけどすごい、解説とかもしてほしいな。ちなみに水木氏的には解説の動画は、今のようなゆっくり実況付きのがそれのつもりみたいです。第1世代は確かに縦長でしたが、この第3世代やさらに次の世代では、縦方向も横方向もで、水木氏が IO ポートのインプットポート側の方の命令デコーダーを作ってるみたいですね。ですが、実は信号強度がわずかに足りず、先ほどまで放置してた感じです。さあこの信号強度不足というあるある問題をどう解決するのか？大抵の場合は、リピーターを使って延長しますが、今回は遅延の関係でそれが難しいみたいです。どうやら命令デコーダーの入力部分を一つ前にずらすことで解決したみたいですね。そして、命令デコーダーの入力部分は、少し不思議な見た目をしてますね。この命令デコーダーは、小型化のためにかなり特殊な構造を採用しているので、その影響で入力部分も少し特殊になったんだと思います。特殊な構造というと、レジスタの命令デコーダーは2つあって、レジスタのどこに保存するかを指定するデコーダーと、レジスタのどこを出力するのかを指定するデコーダーがあります。そして、これまではそれぞれ全く別だったので、デコーダー2つ分のスペースを取っていましたが、デコーダーの一部分を共有することで、デコーダー 1.8 個分くらいのサイズで実現できるようになっています。そうだったんですね。というのが、彼の想像だったのですが、実は配線が2本から3本に増えるので、その分配線が占めるスペースが多くなります。なので、それに気づいた水木氏は、この構造のデコーダーは、今後使うことはありませんでした。まあ、でも、確かに配線が場所を取ってしまいそうですね。盲点だったみたいです。おや？これは、だいぶ前に改造した信号強度式ロムですね。ついに信号強度式ロムを上の方に移動させましたね。そうですね、第3世代も、だいぶ形になってきましたね。ここから取り掛かるのは、やはり制御回路ですか？そうですね、残すところはあと制御回路と遅延調整くらいになってきましたね。今作ってるのはどんな回路ですか？今のは、レジスタの命令デコーダーに命令を入力する瞬間を、クロックで制御するためのものだと思います。多くの CPU はクロックの信号によって制御されていて、この CPU も例外ではありません。各回路はクロックのタイミングに合わせる必要があるため、その回路だと思います。なるほど、各回路がバラバラに動いてはいけないということですね。クロックを設置し
して動かしてるみたいですね。このクロック回路の周波数から、今回の CPU のクロック周波数がわかるかもしれませんね。今設置したクロック回路の周波数は何ヘルツですか0.294 ヘルツですかね。あれ、もしその周波数が最低クロックでもなければ、全世代から大幅に低速化することになりますね。そうですね。ですが、おそらくこれは仮で設置したものだと思うので、完成時には変わってる可能性も十分あります。そうですよね。それにかけましょう。にしても、隙間だいぶ少ないですね。てかほぼないですね。そうですね。まあ、限界まで回路を小型化したら、そうなりますよね。ところで、今は何を作ってるところですか？どうやら配線をしてるみたいです。この配線は、何を伝達するものでしょうか？信号強度式ロムから命令をレジスタの命令デコーダーに伝達するものだと思います。今作ってる回路は、前世代にもあった回路で、信号強度の3ビットだけを取り出す回路です。信号強度は0から15まであるので、4ビット分の情報を持ってます。そして、この CPU では1、2、3ビット目はレジスタの命令で4ビット目は ALU の命令なので、信号強度の1、2、3ビット目の情報と4ビット目の情報を分岐させる必要があるので、そのための回路です。そんな話を聞いていたら、もう配線し終わったみたいですね。そうですね。奥行きも減少したため、配線させるのも一苦労な感じですね。確かに、言われてみればすごく奥行きが減ってる気がします。この中に制御回路も組み込まなければいけないので、ちょっと心配になってきました。大丈夫なんでしょうかね。まあ、きっとやってくれると思います。フラグですか？そうではないと、思います。どうやら、下の方の配線も始めたようですね。こっちの方は、1、2、3ビット目はレジスタの命令で、4ビット目はジャンプ命令です。ここの命令は、レジスタの保存先を命令しているので、大量の遅延をかける必要があります。その遅延を、限られたスペースで実現できるのかも、注目ですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね？後ろの映像では、PC を作っているみたいですね。あれ？前回はあえて別の場所に PC を作ってから CPU にコピーしていましたが、今回はそのまま作っちゃうんですね。はい、なので、失敗します。それ先に言っちゃっていいんですか？まあ一緒。あれ？ここは確か、キャリーの信号を伝達してた配線でしたよね？そうでしたね。そこに手をつけたってことは、途中で放置してた配線をさらに伸ばしたんですかね？まあ、多分そんなところだと思います。にしても、いつになったら赤の斜め線引くんでしょうかね？もはや忘れちゃってる説ありますね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね？今作ってるのは何ですか？これは、前世代である CRADJ2 から使い始めた高速化回路ですね。この回路のおかげで、最高クロックを引き上げることが可能になります。あんな小さな回路のおかげで性能が上がるなんて、不思議ですね。ちなみに、前世代にあたる CRADJ2 では、似たような役割を持った回路をロムのデコーダーにも組み込んでいましたが、別に同じような回路が2つあっても意味はないので、スペース確保のためにロムのデコーダーの方のは取り外されています。では、最後にもう3つくらいコメント返信しましょうか。そうですね。アッシュバイパー3709さんからのコメント、すっげ。これを基礎にタコアの CPU も作れなくはない。まあ、確かに、小型 CPU なら大型な CPU を並べるよりも、小さい回路サイズ、比較的低い負荷で並べることはできますもんね。水木氏も、考えていたみたいですが、そもそもコア同士はどのように接続すればいいのか、タコアをどう制御すればいいのか、ロムやメモリはどうするのかなど、そんな感じで、いろんな問題が出てきて、結果的には12月に入っても、まだマルチコア CPU は一つもありませんね。では次のコメント。CHHJ に XC さんからのコメント。これからもレッドストーンの動画楽しみにしてます。こういうシンプルに応援してくれるコメントも、すごく嬉しいですね。ちなみに、水木氏がレッドストーンを始めたきっかけは、昔スイッチでサバイバルをしてた時、重くなっていってまともにサバイバルできなくなって、マイクラの他の遊び方を探してた時に、棒疑似量子ビット計算機の動画を腰つべで見つけて、それで赤石を始めたらしいですよ。では次のコメント。ユーザーアンクゴバー8プト 8i さんからのコメント。ちょっと前から見させていただいているのですが、幅がたった9マスしかな
ないのに改善改良なされていて尊敬の限りです。そうですね、幅9という制約があると、そこからの発展が難しそうですが、水木氏的には、むしろそういう制約があった方が満足いくような回路が作れるらしいです。にしても、よく幅 9CPU なんていうめちゃくちゃなの思いつきましたよね。水木氏によると、性能重視 CPU である NXREDJ シリーズが性能と引き換えにどんどん大型化していく中、小型な CPU を作ろうと思い、それで当時の水木氏のレジスタの中で一番小型なタイプの横幅が9だったので、それに合わせて周りの回路を開発した。それが幅9の理由だそうです。思ったより単純な理由なんですね。なんかこう、もっと複雑な、考え抜かれた数字なのかと思ってました。まあ、幅9なら、幅が1桁、とも言えるので、それも9にした理由なのかもしれませんね。おや？どうやら、何度も信号を与えて、ちゃんと動くかテストしているみたいですね。不具合がなければいいですが。どうやら今回はここまでのようです。では、最後までご視聴ありがとうございました。